ガンダムシリーズには地形を変えてしまうほどの威力を持った戦略兵器がたびたび登場します。中にはまさに一撃必殺と呼べるような戦況を左右する威力を全長18メートル程度のモビルスーツに持たせるというとんでもない運用方法も見られました。今回はそんなモビルスーツに持たせるには威力がでかすぎる装備を9選を紹介していきます。なお本動画はコミュニティでのアンケート内容及び動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ザンネックキャノン。まずビクトリーガンダムに登場するザンネックに装備されたザンネックキャノンです。砲身の長さは20メートルにも及ぶモビルスーツ用としてはでかすぎる兵装で、両肩に装備した粒子加速器でエネルギーを供給することで規格外の威力と射程を発揮することができます。特に射程に関しては衛星軌道上から地上の基地へ一方的な攻撃を可能にする長射程を誇っていました。さらにそれほどの長射程から放っても減衰せず、着弾した一帯を焼け野原にできるほどの威力もあります。そのためモビルスーツサイズのシールドは意味をなさず、メガビームシールドを構えていた V2 ですら腕ごと吹き飛ばされています。その威力は通常火器の枠には収まらず、もはやマップ兵器と言っても過言ではありません。しかも収束率を変えて多数の敵を一網打尽にするという使い方も可能です。そのためモビルスーツとの白兵戦でも柔軟な運用ができます。ちなみに強度もかなり高く、キャノンでモビルスーツを殴ってもその後の戦闘でそのまま使用できるほどとなっています。ゴトラタンのメガビームキャノンがビクトリーダッシュを横殴りにした際によれてしまったことを考えれば、その強度が伺えるのではないでしょうか。なおこういった超兵器は本体の機動力が落ちるというデメリットがつきものですが、支援メカであるザンネックベースにより機動力も確保しているので、ザンネックは超火力高機動を実現したチート級のモビルスーツとして完成しています。ライザーソード。続いてガンダム00から00ライザーや00オークアンタが使用可能なライザーソードです。その実態は超巨大なビームサーベルです。ちなみに小説版によると全長1万 km とされており、東京からフランスあたりまで届くチートレベルの射程を誇っていました。その威力も極めて高く、モビルスーツは一瞬で蒸発する上に戦艦や衛星兵器ですら一頭両断できるなど、モビルスーツどころか戦艦の手法も凌駕しています。 GN フィールドも容易に貫けるため防御はほぼ不可能と言っていいでしょう。さらにライザーソードはライフルではなくサーベルなので、形成した後で自在に動かせるため、一度回避するだけでは安心できない点もその凶悪さに拍車をかけています。ただし粒子消費量も桁違いのため GN ソード2で使用した際は一時的に行動不能に陥っていました。その後 GN ソード3で使用した際は威力と粒子消費量を抑えることでこの弱点を解決しています。なお威力を抑えたといっても戦艦3隻を切り払えるほどの威力を持っているため、まず通常兵器では太刀打ちできないでしょう。ちなみにダブルオークアンタではさらにシステムが最適化されているのか、月サイズの L ス中枢部の表面を切り裂くほどの出力で使用した後でも難なく動き回っていました。ディスラプター。続いてシードフリーダムからマイティストライクフリーダムが使用する終速重核視ビーム砲ディスラプターです。ダブルゼータのハイメガキャノンのように機体から照射されるビームですが、見た目は極細のビームでいわゆるゲロビのような派手さはありません。しかしその威力はコズミックイヴァどころかシリーズ全体でもトップレベルの威力を誇っており、劇中では出力 80% で使用しているもののメサイアを切り裂き、さらにその裏側にいたジグラートを3機とも両断するというとんでもない威力を見せていました。シリーズを通してもかなり小さい部類のビーム兵器に分類されますが、その威力は戦略兵器と何ら遜色ありません。さらに本兵装が恐ろしいところは、ビームを照射した物体の原子を崩壊させると同時に核分裂も抑制するという性質上ビーム対策が施された装甲であろうと一切防御ができない点です。しかもエネルギーは相当消費するものの、照射後に行動不能になるというデメリットもないので、
モビルスーツとの接近戦でも織り交ぜながら使えるという取り回しの良い兵装です。つまり、敵機は、キラと切り合いながら、いつ機体から防御不能のビームが飛んでくるかも警戒しなければいけないという無理ゲーを押し付けられるということになります。実際、劇中では、ブラックナイトスコードカルラですら、ほぼ対応ができず、一方的にボコボコにされていました。なお、その威力から、さすがに、使用に制限がかけられており、発射時には、コンパス搭載ラクスクラインの承認が必要となりますが、劇中では、キラの隣にラクスが乗っていたため、ノータイムで使用承認されるという無法ぶりを披露しています。ダインスレイブ。続いて、鉄血のオルフェンズから、対モビルアーマー用兵器であるダインスレイブです。本兵装の最大の特徴は、高すぎる貫通力でしょう。まず、鉄血の世界において、モビルスーツや戦艦に採用されているナノラミネートアーマーは、非常に高い防御力を誇っているため、基本的に、遠距離からの射撃は有効打になりません。そのため、作中では、接近戦でコックピットを潰したり、質量の大きい武器で、上から叩きのめす戦いが主流となっています。そんな世界において、ダインスレイブは、ほぼ唯一、遠距離から、戦艦やモビルスーツを貫けるほどの威力を誇ります。また、射程も非常に長く、衛星軌道上から地上に向けての攻撃も可能です。さらに、威力の減衰もほぼ見られず、衛星軌道から放たれた弾頭が地表に着弾した際は、その余波で地形が大きく変わっていました。ただ、モビルスーツでダインスレイブを運用して、その威力と射程を発揮するには、専用のパーツを装着し、モビルスーツとしての機動性を完全に捨てた発射台に徹する必要があります。そのため、モビルスーツとしての性能を維持したまま、ダインスレイブを使用できるのは、フラウロスのような元からダインスレイブの使用を想定して設計された機体のみとなっています。また、誘導性能はなく、一直線に飛んでいく都合上、エースパイロットであれば避けられるほか、装填に時間がかかるなどの弱点もあるため、完全無欠の兵器というわけではありません。それでも、遠距離武器に対する警戒心が薄い鉄血の世界においては、絶大な威力を発揮し、文字通り物語を終わらせたチート兵器として名を馳せました。虹色の翼。続いて、ガンダムナラティブから、フェネックスが発生させた虹色の翼です。その正体は、サイコフレームの共振によって発生したサイコフィールドが、巨大な翼の形を模したものとなっています。作中では、周囲に散らばっていたサイコフレームを取り込み、100メートルはある翼を発生させた後、ヘリウム3を臨界爆発させようとしていたセカンドネオジオンごと包み込み、どこかへと消し飛ばしました。その結果、臨界反応は、沈静化し地球圏を救っています。原理的にはサイコフィールドなので、ユニコーンガンダム、光の結晶体が使ったものと同じように、人知を超えた力を発揮できるのでしょう。そのため、もし、この力が戦闘に使われたら、100メートルを超える翼を伴いながら、戦場を駆け抜け、モビルスーツを次々に分解するというチートすぎる使い方ができるかもしれません。しかも、サイコフィールドは、現状防ぐ手段がないため、翼を展開したフェネックスが戦場に現れれば、もはや戦いにもならないと思われます。幸い、フェネックスが銀河のどこかへ飛び立っていったので、しばらくは大丈夫だと思われますが、連邦やミネバ一派がサイコフレームを近畿の力として封印しようとするのも納得なのではないでしょうか。ガンダムユニコーン2が出たら、さらに誇張された兵器として登場するかもしれません。シャイニングフィンガーソード。続いて、G ガンダムから、シャイニングガンダムが使用するシャイニングフィンガーソードです。その正体は、スーパーモードを発動したシャイニングが、エネルギーをビームソードに注ぎ込むことで使用できる巨大なビームソードとなっています。初めて使用した際には、デビルガンダムを、はるかに超える長さの刃を展開していました。新宿都庁の高さが243メートルなので、長さは200メートル以上はありそうです。作中屈指に大きいサーベルと言っても過言ではないでしょう。剣技にも秀でたドモンとの相性も良く、作中では一方的に敵をなぎ払っていく必殺技として使用されていました。ただ、中盤以降は、ソードのエネルギーをデビルガンダムに吸収されてしまったりと、強大な敵に対しては、あまり決定打にはなっていません。また、リアナ高地での戦い以降は、巨大なサーベルは使用されなくなっています。基本的に、ドモンが怒りの感情に任せて使っている場面が多かったので、
明鏡止水を得得してからは、エネルギー消費量や使い勝手の問題などから理性的に封印しているのかもしれません。シリーズ全体で見れば、トップレベルに強いサーベルなのですが、G ガンダムでは赤波天狂剣をはじめ、とんでもない技が次々出てくるため、特段、強力な技として使われていないという不思議な事態になっています。サテライトキャノン。続いて、機動新世紀ガンダム X から、ガンダム X や GN ビットに搭載されているサテライトキャノンです。モビルスーツに搭載された戦略兵器といえば、これが真っ先に思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。武器のサイズ自体は、モビルスーツのバックパックレベルに収まっていますが、エネルギーをモビルスーツのジェネレーターではなく、月から発射されるマイクロウェーブに依存しているため、その威力はモビルスーツの枠に収まりません。作中では、一問でスペースコロニーを破壊できるほどの火力を見せており、おそらくコロニーレーザーにも匹敵する威力を持つと考えられます。単純な破壊力に関しては、ガンダムシリーズのモビルスーツが携行している武器の中でも、屈指の火力を有している兵装ではないでしょうか。しかも、前世紀は、ガンダム X が12機の GN ビットを伴って、最大13門のサテライトキャノンを同時砲撃できたため、単純に計算すれば、最大火力はコロニーレーザー13機分と考えられます。さらに、ガンダム WX のツインサテライトキャノンでは、威力が倍になっただけでなく、3連射まで可能となっています。射程も恐ろしく長く、作中では、地球から月と同程度離れた約数十万キロメートル先のコロニーレーザーを正確に撃ち抜いていました。その超火力ゆえに、月からマイクロウェーブを受信できなければ発射できず、受信中は静止していなければいけないなど、制約も多くありますが、それを補ってあまりある戦略兵器となっています。アトミックバズーカ。続いて、ガンダム0083より、ガンダム試作2号機が使用したアトミックバズーカです。本兵装の特徴は、バズーカよりも、その中に搭載された特殊核弾頭でしょう。その威力は、コンペイ島に集結していた、連邦軍宇宙艦隊の3分の2以上を航行不能とするほどでした。各種作品でも、核兵器は数多く登場しますが、その中でも、最大級の威力を誇っているのではないでしょうか。ちなみに、各種資料では、サイサリスに搭載されているのは戦術核とされていますが、明らかに戦略兵器レベルの威力を有しています。そんな核を機動力の優れたモビルスーツに搭載して発射地点まで運搬できると考えれば、本兵器がいかに凶悪なのかがわかります。ただ、他の武装とは違って再使用は考えられていないようで、一発発射するだけでバズーカの砲身は使用不可能となります。また、核弾頭発射後の機体を保護・冷却するためのラジエーターシールドが装備されていますが、それでも完全に機体を保護するのは難しいようで、劇中では核の反動に耐えられず、左腕が機能不全を起こしていました。そのため、核弾頭を発射できるのは基本一発だけで、発射後は機体の性能低下を招くという諸刃の剣となっています。ただ、発射するのに特別な条件も必要なく、砲身と弾頭さえ用意すれば発射できる手軽さを考えれば、最も運用しやすい戦略兵器とも考えられます。月光鳥。続いて、ターン A ガンダムからターンタイプのモビルスーツが搭載しているシステム、月光鳥です。月光鳥から散布されるナノマシンには、人工物を砂に分解できるという特性があります。しかも、それが背部から無数に放出されるため、一度月光鳥を発動したターン A が地球上を飛び回れば、地球の文明を消滅させることが可能です。その破壊力は、武器や兵器の枠組みすら超越しており、もはや災害の域に達しています。シリーズ広しといえど、地球の文明そのものを滅ぼし、歴史をリセットできてしまう究極兵器は月光鳥だけです。また、作中では、不完全な状態で使用していたにもかかわらず、ハリケーンが発生するほど、地球環境に影響を与えるなど、ミサイルやビームの類とは比べ物にならない威力を見せていました。さらに、あらゆるエネルギーを吸収・分解してしまうため、ビームやミサイルの類は全く受け付けません。そのため、月光鳥の展開中は、ターンタイプの機体は、ほぼ無敵になるので、一度展開されてしまうと、ほぼ世界が終わります。なお、アイフィールドバリアで、月光鳥の侵食は一時的に食い止められますが、アイフィールドのエネルギーすら吸収されるので、完全に食い止めることはできません。そのため、
月光町を発動したターンタイプに対抗できるのは、同じ月光町を持つターンタイプだけです。威力のスケール、対策方法のなさ、絶望感、どれをとっても圧倒的で、シリーズ最強との呼び声も高い究極兵器となっています。ちなみに現在ガンダムエースで、連載中のガンダム8の世界では、ガンダムの意味を説明するシーンで、人類史の裏側にたびたび刻まれた巨神の名と語られています。さらに第1話で、主役機のガンダムジリウスは、ナノマシンで機体を修復できることが判明しています。このことから、ガンダム8の物語もターン A ガンダムにつながる黒歴史の一つで、しかも、ターン A ガンダムと同じくナノマシン制御機能を持っているので、もしかすると、ガンダムジリウスは、月光町に近い能力を発現することができるかもしれません。ということで以上、ガンダムシリーズのモビルスーツ用にしては威力がでかすぎる兵器でした。中には明らかにモビルスーツどころか、兵器の枠組みに収まらない人知を超えた力を発揮していた兵器も見られますが、皆様が印象深い兵器はどれでしょうか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。